今伊勢丹メンズ館に来ました。アンダーカバーリーバイスのコラボが発売されるんですけど、先着順みたいなのでそこそこ並んでるので、おそらくはそれが目当ての方多いんじゃないのかなと思います。はい、無事に買えました。よかった。結構混んではいたんですけれども、試着とかも全然できる感じで、そのせいもあってかなり待つ感じになったんですけど、私は結構列の割と前の方といえば前の方だったかなと思うので、比較的早く入店できて、いろいろ試着させてもらって購入することができました。やっぱりですね、試着大事ですね。今回結構特殊な形をしていたり、あとはアンダーカバーシーズンによってサイズ感とかも全然違うので、実際に着てみて、このサイズがいいなっていう感じで、納得した上で購入できたので、店舗に買いに来てよかったなと思います。はい、自宅に帰ってきました。結構ですね、この紙袋の量を見てもらうとだいぶ買ったなというのがわかるのかなと思います。最初に行った店舗で売り切れてしまっていて、サイズが欠けていて買えなかったアイテムとかがあったんですよね。でそれを別の店舗に買いに行ったりしたので、紙袋が2つに分かれているっていう感じですね。じゃあ早速ですね、中身を見ていこうと思います。まずはこれですね。よいしょ、見えるかな。 T シャツですね。今回のリーバイスコラボの半袖 T シャツの黒の方を購入しました。ライトダークネスって刺繍で文字が入っているのと、リーバイスのピスネームっていうのが入っているのと、あとここの釘はですね、プリントになってますね。これは多分着ているうちに、かすれて剥がれていったりすると思うんですけど、ポッケの内側の方までちゃんとプリントが入っているので、外側だけかすれて内側はプリントが残るみたいな感じのエイジングをしていくのかなという気はします。で後ろの方にはメインのグラフィックなのかな、女性の目がこう3本ラインでこう入っているっていう、これもねドットでプリントが描かれている感じですね。これも黒のボディの上に乗っけているので、着ているうちにある程度かすれたり剥がれたりはしていくんじゃないのかなと思います。結構ボロボロになっていくのがかっこいいのかなと、アンダーカバーはそういうところがあるので、ガシガシ着ていって雰囲気を出していければいいかなと思いますね。じゃあ次がこれですね。ドンと、ロン T ですね。また T シャツかよって思われちゃうかもしれないんですけど、軽いものから順番に見ていこうと思います。これはですね、このアンダーカバー独特のこの有名なギザギザのプリントが首元と、あとは袖ですね。袖の後ろ側に入っているっていうロング T シャツですね。で胸のところにはこのアンダーカバーの U のマークですね。これもプリントになってます。これはね白一色展開だったので、黒があれば黒が欲しかったんですけど、白しかなかったので、これもねとりあえず安いんで買っとこうかなと思って購入しました。この裾のところにびっくりした。こっちが正規の方向ですね。エラー品かと思って今ちょっとびっくりしちゃいましたけども、リーバイスのピスネームがちゃんと裾についてますね。これがねついてるからちょっとコラボレーション感があってなんかいいですよね。じゃあ次見ていきますか。次がトンとこれですね。リーバイスのファーストっていう形があるんですけれども、そのデニムジャケットですね。購入しました。かっこいい。ファースト欲しかったんですよ。リーバイスヴィンテージクロージングっていう方のラインで、インディゴの生デニム、507WX かなっていうのがあると思うんですけど、あれをね購入しようか結構ずっと悩んでいて、でその中でこれが出てくれたので、アンダーカバーコラボでファーストが出るんだったら全然それでいいじゃんと思って、これを購入しました。色はねインディゴじゃなくてブラックの、ちょっと洗いのかかった加工感のある、デニムジャケットですね。でこれはねさっきのロン T と同じ感じで、袖のところにこのギザギザのマークが入ってるんですけど、ジャケットの場合はねちゃんと刺繍になってるんですよね。なのでこれ結構いいと思います。さりげない感じでシンプルな見た目ではあるんですけれども、袖にギザギザが入っていて、あとはこの裾のところにもですねこのギザギザが入ってるんですよね。このギザギザが入っていることで
アンダーカバーらしさみたいなものが感じられていいんじゃないのかなと思います。ここが私のお気に入りポイントでして、この襟の裏にも入っているんですよ。なんでこれはね、襟を立てて着たりした時にこうちら見えする感じ、結構これが私的にはいいなと思うポイントでしたね。でファースト型なのでポッケは片っぽにしかついてないですね。こっちはついてなくて、で後ろはこんな感じで、シンジバッグっていうんですかね、このベルトでウエストをちょっと調整するっていう感じですね。で背中はね1枚布で作られてます。めちゃくちゃ大きいサイズとかになると、リーバイスヴィンテージクロージングだとここにですね継ぎはぎのラインが入っている、いわゆるティーバッグって言われるタイプのファーストがあると思うんですけど、ああいう形にはなってなくて、今回は全部1枚布で作られているものですね。そんなところですかね。じゃあ次見ていきます。はい、次はこれですね。リーバイス501ですね。セットアップになるジーンズですね。これはね本当にシンプルな501っていうそのストレート型のデニムパンツなんですけど、こんな感じでサイドのシームのところに刺繍が入ってますね。ギザギザの。本来だったらここ色落ちして耳の当たりが出るところではあるんですけど、そこにね刺繍がこう入っていてくれるので、コラボレーションならではの感じになってるのかなと思います。で耳とかはね普通のこのインラインの感じの、耳ですね、生地は。なのでセルビッチデニムとかそういう感じではないのかなと思います。普通のインラインで出てる501に刺繍しましたっていう感じなので、それもあってね今回かなりお値段が抑えめになってくれていたのかなと思います。で特徴がもう一つあるとしたら、この紙タグですよね。アンダーカバー純高橋って書いてあるのが、これね紙タグなんで履いているうちにこの辺はねボロボロになってきちゃうかもしれないんですけど、今回のコラボレーションのポイントのもう一つとしては、ここにロゴが入っているかなっていうぐらいですかね。でピスネームがこんな感じで、他はねアンダーカバーの U とかが入っているとかそういうことでもないですね。リベットも多分普通のものなので、もう本当に刺繍が入ってますよっていうことぐらいかなっていう気がします。じゃあ次見ていきます。次はこれですね。バーンと。これはですねリーバイスコラボのアイテムではなくて、同日発売のアンダーカバーの新作スウェットですね。ちょっともう白っぽくなっちゃってますけど、これねもう洗いがかかっていて、もうふわふわで柔らかい生地のスウェットで、左胸のところにですねこのアンダーカバーの有名なカオスっていうのとバランスっていうのがこう入っている、上下逆さまになってるんですけど、カオスバランスって入っていて、これだけかな、シンプルなデザインではあるんですけれども、これ袖とかボディがですね全部ジップで解体できるっていうアイテムになってるんですよ。袖とかを全部ジップで外して着ることもできますし、他の色違いのスウェットとかと袖だけ切り替えて組み合わせることとかもできるっていう、アンダーカバーのアーカイブであったこういう全部のパーツに、なくなったりしないようにタグがちゃんと縫い付けられてるんですけど、これね昔のアンダーカバーのアーカイブであったコレクションでこうパーツが全部取り替えられるっていうコレクションがあったんですけど、それの復刻みたいな感じのアイテムですね。でなんでこれがその同日に発売されたかっていうと、今回私は購入しなかったんですけど、リーバイスコラボの方で袖が取り外せる、G ジャンが発売されたんですよ。黒のコーデュロイと生デニムのインディゴのカラーでセカンドタイプの G ジャンが出たんですよ。なので G ジャン同士でその袖を取り替えたりもできるんですけど、 G ジャンとスウェットを組み合わせたりとかもできるんですよ。でそういうことを意図して、その G ジャンと同時にこのスウェットをアンダーカバーの方でも出しましたっていう感じだったんですよね。G ジャンはさっき紹介したファーストを買っちゃったので、さすがに何着も何着もはいらないかなと思って、このスウェットの方はちょっと入荷数が少ないらしくて、あんまりね数がないってお話だったので、これをちょっと優先で購入させていただきました。ちょっと後で着画とかを見せていこうと思うんですけれども、無事に手に入れられてよかったですね。でまだあるんですよ、次が。これが最後の1点、今回の目玉商品なのかなと思います。ドンとまた色違いのスウェットですね。これはですねさっきの黒と同じ形なんですけれども、色が違ってプリントが入ってるんですよね。これ誰だか分かりますか？
ジャズが好きな人はわかると思うんですけど、これはねビル・エヴァンスっていう本当に有名な音楽家の方で、下の方にですねインタープレイって書いてあるんですよね。プリントは本当に上から簡単に載っているっていうだけなので、作りとしてはねそんなになんか凝っているとかではないんですけれども、アルバムのジャケットとかにもなっている顔なので、それを使う版権料とかもしかしたら高かったのかもしれないですね。このスウェットはねまあまあお高いんですよ。4万円台ぐらいしちゃってるので、袖が取り外せるっていうギミックはついているんですけれども、スウェットで4万円とか5万円ぐらいっていうのはまあ普通に考えたらお高い方だと思うので、このビル・エヴァンスさんを着るためのお金なのかなと思います。昔から聞いていて知っているので買っておこうと思って購入しました。スウェットはですね黒とこのビル・エヴァンスとグレーがあるんですよね。グレーの方も、その胸に刺繍が入っているっていうタイプで、このデザインはねこの一色だけですね。このクリーム色っぽい木っぽい感じの色ですね。これがね一番数少ないみたいですね。各サイズ1点ずつ各店舗に入るかなみたいな、そういうレベルらしくて、無事に購入できて本当に良かったなと思います。でこれを購入したのはねスウェットとやっぱ袖を取り替えたり、せっかくならね遊びたいなと思って、ジャケットはね結構お値段しちゃうのでちょっと躊躇しちゃったんですけど、これはねちょっと頑張って購入しちゃいました。本当はねグレーとビル・エヴァンスの色の方が色のコントラストがちょっと少なくて、黒よりかは使いやすいのかなとは思うんですけど、グレーのスウェット着てみた時に私グレー着ないなってちょっと思っちゃったんですよ。黒の方が似合ってて、でそう考えるとこれとドッキングして袖を取り替えるためだけにグレー買うのはなんかちょっと違うんじゃないのかなと思ってしまったので、本当単体でも使うし、あわよくば袖も取り替えたり遊びができますよっていう、そういう感じでいこうかなと思って黒とクリームにしました。私がお金持ちだったら3色買いとかしちゃえばよかったんですけど、一瞬悩んだんですけど、ちょっとねさすがにやりすぎかなと。スウェット2着とこのジャケットとかだけでもだいぶいってるので、ちょっとさすがに調子乗りすぎると後できついなと思って抑えて今回はこれで最後になります。でもねこのスウェット変えただけでもだいぶいいと思います。めちゃくちゃかっこいいし、なんか可愛いし、キメキメって感じじゃないじゃないですか。ほんと古着っぽい感じでさりげなくいなたい感じって言えばいいのかな、うまく言えないんですけど、ブルージーンズとか履いて適当にこう履いてあげて着てあげて、これはね変えてよかったなと思います。はい、ペラペラと長いことを喋っていましたけども、一応私が今回購入したのはこの6点ですね。結構ねそれぞれ違ってバランスよく買えたんじゃないのかなと思います。 T シャツはね安いからいいし、あとスウェットもね着るので、本当にビル・エヴァンスもねこんな感じの色のスウェット持ってなくて、本当に古着っぽく着れるなと思って、かなり着込んでねなんかボロボロになっていってもかっこいいんじゃないのかなと思って、いい買い物ができたなという感じで、自分らしさもあるんだけれども今までとはちょっと違うテイストのものをうまく取り入れられたなと思って、久々にねアンダーカバーでこんなにがっつり購入したんですけど、またねこういう買い物をするとハマっちゃいそうなんですよね。ムードがアンダーカバームードになっちゃうので、ラフシモンズムードの時はラフシモンズばっかり買ってたんですけど、今はちょっとアンダーカバームードになって、アーカイブとかもちょっと買いあさっちゃいそうだなと思って怖いんですけど、今回はこの6点ですね購入しましたっていうことでした。この後にちょっと着画をね頑張って撮っていこうと思います。6点もあるので長くて大変かなと思うんですけど、それも見てもらってその後にねお別れしていこうかなと思います。はい、ということで着てみました。あれってもしかして今皆さん気づいちゃいましたか？なんでこいつグレーのスウェット着てるんだって思った方はですね、かなり勘がいいなと思います。実はですねこの間開封動画を撮って今日の動画を撮るその間にですねこれ見に行って我慢できなくて買っちゃいましたなので今家にスウェットがですね3色全部揃っているという状態になります。後でバラバラにして色違いで組み合わせて見ていこうと思うんですけれども、ちょっと調子に乗っちゃっているかもしれないです。買いに行こうと思って行ったわけじゃなくて、たまたまちょっと用があって行ったらあれ余ってるじゃんみたいな、結構サイズとか色によっては速乾はしなかったようで余っていて、これはね青山の店舗さんにラス1残ってたんですよ。で試着させてもらって
伊勢丹さんでパタパタと忙しく試着をして決めた時には見えなかった見え方というか、ゆっくりこう試着をして見ることができたので、あれグレーあの時は微妙って思ったけど改めて着てみると全然いいじゃんって結構思い直してしまって、そうなってしまったらもう遅いですよね。気づいた時にはもう会計をしていました。なので買っちゃいましたということで今見ていただきながらご報告しようかなと思います。でこれがですね、今着ているのがちょっと大きめだと思うんですけど、私いつも言っている通りちょっとスウェットとかニットは大きめに着たい人なので、サイズこれ3を着ています。今回、スウェットですね、結構オーバーサイズな感じで1とか2とかでも全然大きいんですよ。渋谷店にこのスウェットのサイズ1が残っていたので、それもですねなんか手で持って見てみた時にサイズ1でこんなに大きいのっていうぐらい大きかったんですよ。で試着させていただいて、そしたらですね着れないことはない全然普通のサイズ感なんですけど、割とこうピタッとしている感じの短丈で、こう肩もですね内側にこう入るような本当に普通のスウェットっていう感じですね。古着とか好きな方とかはあのサイズ感でも結構いいんじゃないのかなっていうぐらい、好みによると思うんですけど全然着れるぐらい大きかったので、ただ私はちょっとだるっとした方がいいかなと思って1は見送って、そしたらその渋谷店の優しい店員さんが2とか3探しているんだったら青山の方にちょっとあるみたいですよって教えてくれて、それで行ってみたんですよね。で案の定その思惑通り買ってしまったっていう感じなんですよね。でもこれね買えてよかったです。ラス1だったので全国的にも多分これ売り切れていて、東京だったからたまたま残ってたのかなという感じですね。パンツはこれ普通の GU のアンダーカバーコラボのカーゴパンツなんであんまり気にしないでほしいです。で靴は前に紹介したマーク・サボタージュさんのアンダーカバーのアーカイブっぽいパンツを履いてます。サイズ3のサイズ感はこんなもんですよって感じですね。ちょっと袖が隠れるぐらいの感じで、スウェットにしてはねいい感じのサイズ感じゃないかなと思います。でこれパーツ外せるっていう着方、エクスチェンジ機の復刻版なのでちょっと試しにね外してみようかなと思います。あえてこの辺をですねペロンとさせてきたり、袖の部分とかだけこうわざと外してこうチラ見えするというか着崩して着るみたいなこともできちゃうのかなと、こんな感じかな。じゃあちょっと他のビル・エヴァンスと黒も着るとめんどくさいんで、ちょっと袖だけパーツだけ付け替えてみようと思います。はい、付け替えて着てみました。どうでしょうか。3色全部使って贅沢なスウェットが出来上がりました。これを作るのに12万円ぐらいかかってるって考えるとかなり贅沢なスウェットなんじゃないのかなと思います。実際にこの3色で着ることってあんまないかなとは思うんですよ。ビルの本体にこのグレーの袖をつけるとか、黒の本体にグレーの袖をつけるとか、2色ぐらいで使ってあげるのがちょうどいいんじゃないのかなと思います。このビルの本体とグレーの袖がコントラスト的にはねちょっと近いので、ビルの本体に黒の袖だとバキッとしちゃってあんまり合わないなと思ったので、この着方がグレーのスウェットシャツを買ったことでできるようになりましたということでちょっと嬉しいですね。見てみますか。着てるところのビル・エヴァンス、マイクをつけちゃってるので顔が歪んじゃってるかもしれないんですけど、結構これを買ってですね最近気に入ってずっと家でビル・エヴァンスのアルバムの音楽をかけて過ごしています。サイズ感とか着用してみた感じとか袖付け替えてみた感じに関してはそんなところですね。あと私がずっと言っているデニムと袖を切り替えてみたいなっていう話、買おうかなって悩んでるってずっと言ってると思うんですけど、ちょっとリーバイスの店舗さんに行って試しにそれだけ付け替えさせていただいた写真があるので、それをちょっと見ていただいて、うわこんな感じになるんだっていうのをちょっと参考にしてもらえばいいかなと思います。はい、どうだったでしょうか。結構やっぱデニムいいですよね。黒のボディに黒のコーデュロイもかっこよかったんですけど、やっぱりせっかくリーバイスコラボで買うんだったらデニムのインディゴの袖を買って多分着ているうちに色落ちとかしてきてめちゃくちゃいい感じになると思うんですよね。で
袖だけこれに付け替えてあげてもいいですし、ボディシンチバッグが背中についているあれだけをね使うのもいいですよね。あとデニムジャケットで袖だけスウェットにしちゃうとか、かなりねデニムを買うことによってまたさらに幅が広がりそうだなっていう、ちょっとねおもちゃで遊んでいる感覚になってきますね。楽しい遊び方ができる服なのかなと思います。ということで、じゃあ次着ていきますか。そうだ、忘れてました。これ袖付け替えられるっていうことはノースリーブにもできちゃうんですよ。なのでちょっとノースリーブで見てもらおうかな。はい、ノースリーブにするとこんな感じですね。中に T シャツ着てるんですけど、どうかなこれは。あんまり私はしっくりこないかもしれない。ちょっとストリートのやんちゃな若い男の子って感じがしますね。長袖とかだったらまた見え方違うのかな。どうだろう。ちょっとこの辺はね、私普段こういう格好はあんまりしないので、ちょっとこれから先勉強していこうかなと思います。まあね、この着方もできたらまた幅が広がってあったかくなっても使えそうだなと思いますね。よし、じゃあ次見ていきますか。はい、2着目ですね。見てて飽きちゃうと思うんでパンツの方も着替えました。一番上の T シャツだけですね。ポケット T です。サイズは L サイズです。XL を買いましたって紹介したと思うんですよ。丈が短いので、ワンサイズ上げましたっていう話をしたんですけど、実際に着てみたりしたらさすがにねXL はこの身幅が広すぎてちょっとね変なんですよ。最近のトレンド的にはもう短丈ボックスシルエットがもうほんと主流じゃないですか。なのでこれで L で丈が70センチぐらい、選択したらもうちょっと縮んじゃうかもしれないんですけど、それでも今っぽいシルエットでは着れるのかなと思って、これ下にレイヤードで GU アンダーカバーのワッフル T を重ねてるんですけど、こういう感じでね短丈を生かしてレイヤードとかで着てあげるのも、ありなんじゃないのかなと思って、私はですねL サイズを買い直しました。試着したくせに焦って買ったせいかサイズミスがあったりバタバタとしているんですけれども、私は L サイズを、着ていますって感じですね。短丈これあったら分かりにくいっていう風に言われちゃうかもしれないんですけど、1枚だとこのぐらいの丈感で、別に短すぎないですよね。なんか全然違和感ないですね。やっぱ買い直して正解だったかなと思います。で、着替えたパンツの方はこれも GU アンダーカバーのセカンドシーズンに出てたものですかね。コーデュロイパンツですね。で、靴はですね、この間購入してきた VA コラボのコンバースですね。あの時は購入品紹介動画では着画はねお見せできなかったので、せっかくならいい機会だなと思って履いてきちゃいました。どうですかね。普通のコンバースに見えますよね。このスニーカーの特徴はこのサイドにあるタグですよね。ステッチが見えてて、ここに文字が入っているっていうのもあるんですけど、あとピロピロとかですかね、このかかとの。そんなにねパッと見てコラボレーションのあれだみたいになるようなアイテムではないので、本当にただのコンバースとして履いていける感じかなと思います。どうですかね。いい感じですか。サイズ感はこんな感じで、コーディネートに関しては本当今パッと手に取ってきたものなので、ちょっと甘めの判断でお願いしたいです。こんな感じでも着れますよっていうことをお伝えできたのかなと思います。あとはですね、この背中のプリントが特徴ですよね。ちょっと最近は黄色っぽいアイテムが気になっているので、全体的にこれ黒っぽい感じのコーデの中で背中とかに、差し色がこう入ってて、なんかもうちょっと着込んで古着っぽくなっていったらよりいい感じになるんじゃないのかなと思います。 T シャツに関してはこんな感じですね。じゃあ次着ていきます。3着目はですね、デニムのセットアップですね。これは間違いなくかっこいいですよね。もう何も言うことはないんじゃないのかなと思うぐらい、腕の後ろに入った刺繍とこのサイドの刺繍ですよね。やっぱり着てるところを見てもらえると分かりやすいのかなと思います。結構ね着てみるとこのラインが目立ってくれるんですよね。特にセットアップにするとなおさらですよね。で、中にはロン T を仕込んで、ちょっとね何か間に入ってないとこういう感じになっちゃうので、レイヤードというか何かちらっと一回ラインを切ってあげると、少しコーディネートとしてねデニムしすぎない感じになってくれていいんじゃないのかなと思います。で、
袖丈はね結構長めだと思います。私でこれ L サイズ着てるんですけど、腕の長い私でも結構こんな感じになります。背中の方とかもシンチバッグがついてて、これはポイントとしてねファーストにしかついてないのでかっこいいなと思います。セカンドになるとねサイドボタンになるので、このシンチバッグがあるっていうことがファーストの特徴ですよね。でポッケは左にしかついてないんですよね。右にはね何もないんで、この辺をなんか寂しいなと思ってカスタムしていくのもありなんじゃないのかなと思います。で袖丈これ長いなと思う方はワンクッションっていうか一回こうめくってあげる、折ってあげるっていうのが、その方がちょっとこなれ感が出るというかあると思うので、寒かったりバイクに乗ったりっていう時だけ腕を伸ばしてあげるっていうのはいいんじゃないのかなと思います。一回折ってあげるだけでちょうどいいジャケットの丈感になるんですよ。インナーがちょびっとだけ見えるぐらいの本当にジャケットとして一番正しいサイズ感になるのかなと思います。こんな感じですね。このペンギン袖にした時にこのちょうどここに乗るぐらいが、ジャケットの正しい袖丈って言われているんですけども、そのぐらいのサイズ感になってくれてこういいですよね。裏にねこの刺繍も入ってたりしたら結構おしゃれだったんですけど、そこまで贅沢は言えないのかなと思います。でパンツはですね90年代の501の、そのままのシルエットになってます。最近のトレンドのワイドシルエットに比べると細身で、ストレートシルエットなので久々に履くとねかなり細いなと感じるかもしれないです。昔は全然レギュラーぐらいに感じていたんですけども、今履いてみると細って結構感じますね。丈感もねちょうど裾で溜まってくれる感じなのでよくて、でこんな感じで一回折り返してあげるのもいい感じになるんじゃないのかなと私は思います。かっこいいですよね。やっぱり501久々に履きましたけど、私が若い頃、上の世代の人たちがですねかなりスキニーパンツとか、それこそ00年代のディオールオムとかのデニムパンツにヒールブーツを合わせたりっていうのを見て憧れていた世代なので、かなりねやっぱりそういう細身スキニータイトシルエットかっこいいんじゃないのかなと最近ちょっと気になってますね。ずっと若い子たちはワイドとかルーズな感じで着てるので、どっかしらでこうリバイバルがするんじゃないのかなと私は思っているので、そのタイミングでいろいろと挑戦したいなと思いますね。そのね足がかりとしてこの501手に入れられたのはすごく嬉しいなと思います。で足元はね結構私昔から履いているこのジョージ・コックス3588ですかね、一番定番のパンクスとかの方が履いているスムースレザーのジョージ・コックスですね。これはねもう何足目になるか2足目かな、もう 2,3 足ぐらい今まで買ってて、最初黒で2足目白買って、でまた黒って履き潰しちゃったんで黒買い直したみたいな感じで、割と私からすると定番で若い頃からずっと履いているシューズになりますね。ちょっとコテコテになっちゃうかもしれないんですけど、そこはねちょっとアンダーカバーコラボで、ちょっとおしゃれの方に揺り戻して、T シャツの丈感もですね、短めとはいえこのジャケットとかこのコーディネートの中で組むんだったら本当にちょうどいい丈感になってますよね。1枚で着た時はねなんか短くないかなとか思ったんですけど、ちょうどいいですよね。このコーディネート良くないですか。でこれジャケットを脱ぐと見えますかね、胸元にこのジグザグが入ってるので、これはねもうこのコーディネート、まさにこのコーディネートで春先にこう暖かくなったら出かけたいなと思える、1着2着3着かですね。これでとりあえずは私が購入した今回のアンダーカバーリーバイスコラボの商品は全部となります。サイズ感ね、あとキャプションとかにも多分出してると思うので、それを参考にして、どんなもんなのかっていうのをね、動画がある頃にはもう遅いかな、売り切れちゃってるかなと思うんですけど、参考にしていただければと思います。ではではこんな感じでした。はい、ということで着画見てもらいました。かなり長い動画になっちゃって報告もねかなり遅くなっちゃったと思うんですけど、ここまでねがっつり買い込んでる人はなかなかいないんじゃないのかなと思います。もう本当にお金持ちの方はジャケットとかもね買ってるのかもしれないんですけども、私みたいな普通の一般人
がここまで買ってるのはね、なかなか珍しいのかなと思うので、特にね、サイズ感とかちょっと難しかったというか特殊な感じだったと思うので、私の着こなしというかサイズチョイスとかも含めて、何か少しでも参考になれば幸いです。そんなところですかね。何かわからないこととか聞いてみたいこと、サイズ感で不安なところとかあったらコメントしていただければ全然答えますので、よろしければコメントとかいいねとか、あわよくばチャンネル登録とかしてくれるとかなりモチベーションになるのかなと思います。ではちょっと長くなってしまったので、今日はこれぐらいで失礼しようかなと思います。また何かありましたら動画作ってどんどん投稿していきますので、よろしくお願いします。バイバーイ。